行方不明ミッシングチルドレン。あ、ファーストチルドレンだ。迷子ですね。ファースこれトチルドレン迷子。これ迷子なの？あ、違う。ファーストチルドレン迷子ってそうね。どっちなんだろうね。行方不明者を探すのかな、行方不明者になるのかな。そこがちょっとあれなんじゃないですか、ミソなところなんじゃないですか。それを突き止めていくんじゃないですか。見てください、パソコン古いですよ。そうね。このタイプ久しく見てないよ。デカパソコンですよ。デカパソコン。実家にあったわ。このタイプのパソコンあったあった。なんか電話線のやつじゃないですか。ピーガリ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 とかいうやつ。ピーガガガガガってやつね。ADSL じゃねえかよ。ADSL ですね。今の人多分わかんないよ、それ。迷子。もう迷子。ミッシングチルドレン発動してますけども、うん。時代が。じゃあとりあえずやってみます？やってみましょう、とりあえず。いや、ミッシングチルドレンは迷子ってことですよ。なるほどね。英語あれですけど。俺も英語あれなんだよね。電話鳴ってるよ。携帯が古い。ほら、携帯も古い。携帯も古いし、パソコンも古いし、時代背景何年なんだろう。時代背景がね、多分だから90年ぐらい。もうちょっとで2000年代じゃないですか、多分。2000年でこの形してたっけ？ 2000年代ぐらいじゃないですか。2000ほら5年6年ぐらいの。マジか。高校の時だってあの携帯持ってましたよ。高校の時何持ってたっけかな。ボーダフォンか、なんだっけ、なんちゃらスカイってなかったっけ？なんちゃらスカイ、J スカイですか。あ、J スカイだっけあれ。確か J スカイじゃないですか。なんかそれ系持ってたよ。あれ懐かしいな。見れば見るほどなんかなんかあんな携帯使ってたなって一体型っていうか、あれなんつうんだっけ、パカパカしないタイプ？いや、パカパカします。あ、パカパカするタイプか。パカパカしだした頃の、ちょうど自分が携帯持ち出したのってほらパカパカしだしたあれだよね、ディスプレイが超ちっちゃくて緑黒いやつじゃないやつでしょ。いや、その当時にはもうでかかったんです。今と比べるともうめっちゃ小さいですけど。なんか携帯の中にさ、曲作るやつが入っててさ、自分で音符組んで、それで着メロ作ってたわ。なんかいましたよね、なんか着メロ職人。いたね。着メロでゲームのほらあれも3和音ぐらいだから、昔のゲームの BGM とかって、それで着メロ作って投稿しますみたいなサイトがあって、そこでよく着メロをよくダウンロードさせてもらってました。してたね。着メロゲーム BGM 職人の皆さんには本当お世話になってました。何も読んでなかったんだけど俺。何も読んでなかったよ。俺も読んでなかったよ。てか。何が始まったの君。インベントリーがタブー。シフトがダッシュかなこれ。ダッシュ遅すぎじゃないこの人。いや、普通の一般女性のダッシュこんなもんですよ。いや、もっとなんか気合入れて走るじゃん。いや、一般女性のダッシュこんなもんですよ。マジか。ちょっといや、もう多分こんなもんです。明るさ暗って言われたけど、これマックスだわ。この夜道ですよ。夜って感じ。ね。しかもちょっと若干懐中電灯持ってるあたりがさ、何やってんだろうってやつだよね。もうほら、街灯ないんで。なんか探しに行くんですか？なんかそうなんじゃん。テキストを読んでなかったもんでちょっと。そうなんだよ、ね。あれなんですけど。これしゃがむとかないのかな。拡大した今。C 拡大した。拡大？しゃがんでんのかこれ。これしゃがんでんな。じゃあちょっとしゃがんで立ち上がる動作をちょっとじゃあいっぱいしてエクササイズしていきますか。それさスクワットだよねだからエクササイズっていうかエクササイズをしていきましょう。パトカー止まってますよ。パトカー止まってんね。金松屋とレコードって、ね、ナンバーすごいことになってるけどこの人じゃねえよ。ほんとだ。読めない。読めないね。左右対称になっちゃってるよ。猫の目交番。なんか人いるね。てかてかさ、このパトカー自体が路駐してんだけどさ。でちょっと車傷んでますよね。古すぎじゃね？やっぱ時代設計として時代設定がほら一昔前なんですよね。やっぱり冷たいあったかいのないんだ、ね、夏ですね。夏だね。夏ですね。自販機見ると季節の変わり目ってわかるよね。わかるよね。夏だよね。あったかいがないから。あったかいがお願い。落書きステッカーはご遠慮ください。ご協力お願いします。どういうこと？そこらにあるからね、落書きは。いや、そこらに落書きするじゃないですか。だって
いや、そこらに落書きするじゃない。ステッカーおやめくださいってめちゃくちゃ貼られてっけどね、この。めちゃくちゃ貼られてるからやめてくださいねっていう多分そのていうかさ、上の方まで貼られてないこれ。巨人が住んでるんですか大巨人が住んでるんじゃないですかこの町。あそこに手が届くお茶目大巨人がいるんです。あそこにステッカー貼っちゃおう、あそこにステッカー貼っちゃおうっていうやべえやつしかいねえな。何これ。ラビウィリアム待望の新作。100% 人参ジュース 100% 人参ジュースですよ。これなんて書いてんだ下。ちょっと読めないです。チラズアートもおすすめしています。ちょっと何言ってるかわかんねえわ。人参食べれないけどね、ジュースなら飲めますみたいな人がね。何屋さんですか？パン屋さんですね。でまあ、夜はパン屋さん閉まってますね。ね、ちぎりパンダ、ちぎりパンタ、わざわざ下にローマ字読み表記するの何なんだろうね。ちぎりパンタ、まあ精一杯のデザインじゃないですか。しかもこのさ、なんだろう、マークがひどい。パン幼稚園児でももう少しマシなの書くよこれ。パン多分あれパソコン使いたてなんじゃないですか。ほら見たでしょ、さっきのオープニングの確かにね、デカプリンターが出始めの使ってんのがあれなんだよねきっと。あれでああいうので使ってからあれが精一杯なんです。この時代のテクノロジーはあれが顔色悪くないですか？顔色めっちゃ悪いし、目線がこっちの方行ってんだけどさ。いやまあ不審者ですよ、それ人が来たら。なんか動いた。来てくれてサンキューなって言い方がチャラい。おまわりさん言い方がチャラい。サ本当だよンキューな。今日一日で中学生が3人も行方不明になってしまったんだ。大事件じゃないですか。大事件じゃん。今日一日で3人行方不明ってやばいけどね。だいぶいなくなってるけど。ね。船橋と一緒に子供を探してくれないか。船橋が誰だよ。船橋おまわりさんじゃないですか。船橋は口はあまり良くないが頼れるやつだ。おめえも結構悪いよ。来てくれてサンキューな。今交番裏で休んでる。声をかけてやってくれ。これキャラクターさ、操作してるキャラクターあれなんじゃん。警官なんじゃねこれ。警官なんですか。それともう一つお願いが多い。ね、聖望したい時には俺のとこにいつでも来たらいいぞ。親切。優しい。優しい。さすが町のおまわりさん優しいですよ。アルシャンはめっちゃ置いてっけど、これなんだろわかんないです。なんか掃除用具、デスクをきれいにする。う。おいどうした。なんか疲れてませんか？なんか疲れてますね顔が。これセーブしたね今。なるほどね。男女兼用トイレ。なんか推しだ。あなたに届けたいホラーの楽しさ。なんかポスターがおかしい。ポスターだけ急に今っぽいですね。ね、なんだこれ。猫ちゃんが行方不明ですね。かわいそうに。ミネイさん。ミネイちゃん行方不明です。これ飼い主探してるだろうに、かわいそうにね。ていうか連絡先さ見て思ったんだけどさ、思ったんだけど、たまに電話番号の頭文字2個抜けてるやつない？看板とかで。こちらにお電話くださいみたいなやつで。うん。例えば東京0337とかだったら0337分抜けてて、その後6桁しか載ってないとかさ、ない？いや、そうなんですか。なんかあれ、でも個人情報貼っとけば、あれだからっていうの相手抜いてるとかなんですかね。なのかな。今だったらもうね、絶対ツイッターに載せて拡散希望、ミネイちゃんが行方不明ですって。そうね。今多分ツイッターないからな、この時代きっと。すげえ平たい顔してんだけど。お前か船橋ってやつは平たい顔族なんですが。平たい顔族ですね。休んでますね。話しかけんのこれ。急に話しかけるのはマジやめてくださいっす。心臓止まりますから。何言ってんだ。この顔でそんなこと言う？探偵なんだね主人公。探偵でしたね。我々探偵でした。佐藤です。佐藤さんね。僕らは我々佐藤です。2人で佐藤ですね。こんなか弱そうな女の人本当に頼りになるんすかね。待って女なのか。女ですね。あれです。おそらくテキスト読んでなかったんで1ミリもあれなんですけど、我々あれです。やはり我々一番最初のボーダフォン持ってた女の人が我々です。なるほどね。はい。どっちがボーダフォンでどっちが女性の方？どっちがボーダフォンでどっちがそこ分ける。俺ボーダフォンやろうか。じゃあ俺ストラップやるわ。ストラップやんの？誰が女性やんの？そこまで分ける配役。僕ら警察よりもいろいろと知ってるところのことなんで。警察おまわりさんがねいろいろと知ってるんだね。いやおまわりさんよりこっちの方が知ってると思うんでみたいな。手がかりになるものはありますか？そうっすね。軽いんだよだからさ。そうっすね。ちょっちゅうねとかそのうち言い出すんじゃないのこの人たち。そうっすね。行方不明のこの一人の友達によると、
行方不明になった3人はインターネットのチャットを通じてコミュニケーションを取っていたそうなんですよね。ああ、 SNS 掲示板だ。ツイッターかな。いや多分2チャンネルとかですよ。あ、そっちか。なのでまずは水木さんの家に行くしかないっすね。おう、じゃあ水木さんの家に案内してもらおうじゃないか。唐突に動き出すじゃん。うわ、眩しい。ちゃっちゃと歩け。ちゃっちゃと歩け船橋。燃えるゴミと空き缶しかないんだけど、燃えないゴミどこに捨てんだろう、この。空き缶じゃないですか。いや、空き缶は空き缶でしょうよ。ね分かんないけど燃えるゴミ、空き缶以外は全て燃えるという概念の地域の人なんじゃないですか。この町のルールはそうなってるんじゃないですか。空き缶以外は全部燃える。やばい、この人の顔面すごいよ。真っ平らな花ねえの。もう平たい顔族だね、これこそ。平たい顔族、ルローニケンシンの般若みたいな顔してる。あー、懐かしいね。どんな変装でもできるように顔を平らにするっていう。どうする？水木の家に行くか、もうちょっと見回るか。奥行ってないんだよね。そうですね、奥行ってね、ちょっともうちょっと見回りますか。うん、もうちょっと見回ってくるわ。ごめん。はい、船橋ステイ。ステイ。船橋ステイ。暗い、超暗い。懐中電灯さっき明るかったっすよね。これ懐中電灯とかないよね。こっちじゃないと思う。全然探せねえじゃん。全然いけねえじゃん。直感が働いてちょっとこっちじゃないと思うでいけませんでした。でも矢印こっちって書いてんのにな。一通ですね。しょうがないな、もう見るもんないもんな。もう見るもんないですね。ね。あらかた見ちゃったし。じゃあ水木の連れてけ船橋、連連れてけ。れてけ。これで帰ってきました。どうですかこれでマイク、これでちゃんとマイクとヘッドセットつけて、で今もめちゃめちゃ音聞こえてますよ。いやちょうどいいぐらいです。これちなみにもう自分はもうお出しに回しっぱなしなんでもうすでに回してあるんで、もういつからでも始められますよ。